今回はコパ航空で中南米フライト編、サントドミンゴからパナマ経由、メキシコシティ行き、実際に搭乗してトランジットの流れや機内の様子を伝えます。ポコ旅ライフ。現在私はドミニカ共和国の首都サントドミンゴにあるラスアメリカス空港に到着しました。今回の移動はここからコパ航空でスタートなんですが、皆さんはコパ航空って知ってますか？中南米や北米の移動で役立つ航空会社なんですよね。今回はコパ航空で行くサントドミンゴ発パナマシティ経由メキシコシティ行きのフライト編です。この動画を見るとコパ航空の路線図や機内の様子、空港でのトランジットの流れもわかるので、コパ航空を使った北米中南米旅を考えている方のお役に立つと思います。まずはターミナル B のコパ航空カウンターでチェックインします。見せたのはパスポートと E チケット。これはドミニカ共和国に来るときにも使いました。出発2時間半前のチェックインだと10分で済みました。チェックインが済んだら出国します。ドミニカ共和国の出国の流れは保安検査の後出国審査に進みますが、特に質問もなくてすぐ終わりました。出国するまで20分ほどでした。みんな見てください。免税店ラムバーからスタートです。さすがラムの国。ラムだけじゃなくて、昨日行ったカウカウチョコレート土産もあるし、包装が可愛いバージョンのチョコレートもある。国民ビールプレジデントもある。定番土産ががっつり揃うのがいいっすね。フライトは2時間半の短距離便。まだ出発まで時間があるので、コパクラブにも寄って皆さんに紹介します。と思ったら違うラウンジに着いてしまいました。ターミナル B の制限区域エリア、電光掲示板は都度見かけるんですけど、コパクラブへの案内が見当たらないんですよね。そもそも案内が少なめの空港なのかもしれません。無事コパクラブに到着。B4 ゲートの目の前でした。コパクラブは上級会員やビジネスクラス、プライオリティパス系で入れることが多いです。お酒は無料で飲むことができて、ドミニカ共和国最高品質のラムやワイン、国民ビールのプレシデンテもちゃんとあります。電源や Wi-Fi もあるので、お酒を飲みながら一息つけました。あっさりグビグビ系、プレシデンテも飲み納めです。ぶっちゃけラウンジって酒飲みに来てるとこあるよね。ちょっと汚いところもあるかも。これもおしゃれなんですけど、スプーンの食べる方が上になってるんですよね。フードは軽食が中心。サンドイッチとかもあるらしいんだけど、もうすでに売り切れで甘いものしか残ってなかった。唯一残ってたのがこちらの揚げ物1本だけ。そもそもこのラウンジ、ちゃんとしたご飯がないんだって。チーズ入りコロッケみたいな。酒によく合いそう。軽めの食事だったけど、受付の方は親切だったし、出発前に少し休ませてもらう分には十分すぎるラウンジでした。ラウンジを楽しんだらゲートに向かうポコちゃんです。ゲートに向かって歩いてるんですけど、飲食店が充実しているので、ラウンジに行かなくても飲食には困らなそうです。搭乗ゲート並んで、いよいよ飛行機見ると、出国するんだってなるよね。コパ航空ってパナマシティの特面空港を拠点として、小型の737系を中心に中南米や北米をつないでるんですよね。長めの路線でも小型の737が主力なんだけど、便数の多さと乗り継ぎのしやすさ、定時運行率の高さが強みなんです。だから中南米、北米を移動する上でかなり使いやすいハブ航空会社なんです。ちなみに動画公開日から3ヶ月以内の料金はこんな感じ。他の航空会社で乗り継ぎありだと4万円以上。コパ航空の直行便なら9万円からでした。それからエコノミーは3種類。座席の広さは全部同じで、
違うのは座席指定と荷物の条件です。また日本から中南米に来るときってアメリカやカナダ経由が一般的ですよね。だからその後に中南米の中をぐるぐる回る旅の場合なら、日本人の我々にとってもコパ航空が役立つかもしれないといった感じです。ここからはパナマに着くまでの機内の様子とエコノミーの座席周りを紹介します。座席は33のナローボディ、機内紙やエチケット袋もあります。機内モニターはないんだけど、スマホが挟めるホルダー付き。机はドリンクホルダーがあるタイプで、よく使い込まれた雰囲気があります。充電ポートは USB-A と Type-C。短足な私だと拳2個分ぐらいの広さ。ポケットは大きめで、いろいろ入るから助かる。出発は定刻通り。機内サービスは出発約2時間後にありました。コパ航空は飛行時間でサービスが変わるんだって。長めの便だと機内食が出ることもあります。今回の短めな便ならスナックとソフトドリンクです。1枚だけかと思ったら数枚入り。メレンゲで作ったサクサククッキーは甘さもちょうどよく好みだポコ。またも登場、ほんのり塩味の中南米定番の青バナナチップス。ポテトチップスよりバナナチップスの方が健康っぽいよね。あと機内は冷房が効いてるんで上着を羽織ってます。ちなみにエコノミーではお酒の提供自体がありません。オレンジジュースで我慢だポコ。さらにコパ航空では機内販売のメニュー自体がないから課金して何かを買うことができません。お酒の持ち込みは OK だけど機内で飲むのは禁止。その代わり食べ物や飲み物の持ち込みと飲食は OK。パナマ特面国際空港ターミナル1に定刻通りに到着。この便は夕方発だったこともあって終始かなり賑やかでした。座席周りもタイトで隣の方との距離感は近め。このフライトは休むというより移動用といった感じでした。到着したターミナル1は薄暗くて混雑しててちょっと古め。どちらかというとローカルっぽい印象を受けました。パナマって大都会のイメージあったけど、ターミナル1はそうでもないね。今回のパナマ乗り継ぎはほぼ1日空いたんで、入国して観光もしています。パナマ観光編は次回の動画でまとめます。今回はコパ航空でメキシコシティ行きのフライト編ですが、一応パナマ入国の流れをシェアしておきます。北面空港ターミナル1は、到着しても出発客と同じエリアに出ちゃうんですよね。だから人口密度が高くて分かりづらいのと、免税店エリアを抜ける必要もあるので要注意です。入国審査ではパスポートと帰りのチケットを出して指紋登録と顔写真を撮影します。荷物の受け取りも厄介で、このフライトだとターミナル1に到着したのにターミナル2で受け取らないといけないんですよね。最後の税関検査は手荷物を X 線検査しました。申告するものがなければそのまま入国です。今からパナマ入国審査に向かうんですけど、この撮影はコパ航空フライト編にしているはずなんで、パナマ観光後の時間に飛ぶポコちゃんです。ということで観光が終わって電車で空港駅に戻ってきたシーンからです。まずはパナマ特面国際空港ターミナル2のコパ航空チェックインカウンターで搭乗券をもらいます。パナマで丸1日トランジットだったからか、ドミニカ共和国ではパナマ発メキシコシティ行きの後半の搭乗券はくれなかったんですよね。ところでこの空港駅、着くのはターミナル1と2の中間。一方コパ航空のチェックインカウンターはターミナル2。だからチェックインするために、まずはターミナル2まで移動します。いや、これマジどっち行ったらいいんだ？多分ターミナル2ってこっちなんだよね。なんかパナマ特面国際空港ってターミナル移動が難しくて有名らしいんだよね。さっきも到着したターミナルは1なのに、預け荷物の受け取りはターミナル2の方でしたよね。さらに空港駅はターミナルの中間にあるし、チェックインした後もその航空会社があったカウンターと搭乗ゲートのあるターミナルが同じとは限らないから、
余裕を持って空港には着くべきなんですが、現実は違ったみたいだ。国際線に乗るくせに、もうちょっとで1時間切れそうってちょっとやばい状況で、なんかいつも、ここ旅ライフやばい状況でみたいな、時間に関してポンコツで、すごいバタバタ旅で皆さんには申し訳ないです。まだ実はですね、パナマ24時間トランジットだったくせに、ボーディングパス持ってないんですよ。なので、チェックインカウンターにも寄る必要があるっていう。コパ航空は、パナマシティが本拠地の航空会社なので、すぐ目の前にありました。チェックインカウンターは誰も並んでおらず、即手続きに行けました。ターミナルの動線や時間がギリギリなど困難な道のりだったにもかかわらず。よかったよかった。みんなね、聞いて。出国までね、5分で済んだわ。その理由、実はこの空港、利用客の多くがコパ航空なんです。コパ航空ってそもそもパナマ拠点だから、この空港はコパのハブ空港と言えます。北米や中南米の乗り継ぎが強いコパ航空。だから乗り継ぎ客が多く集まる空港です。つまり乗客の多くはパナマに入国も出国もしないトランジット客。したがって外から出国審査に並ぶ人って意外と少ないんですよね。しかもターミナル2は新しくて処理も早い。なので今回のようにタイミングが合えば5分くらいで終わることもあるんだって。ちなみに現在はカウンターがあったターミナル2から搭乗ゲートのあるターミナル1の方へ歩いています。チェックインはターミナル2で、ゲートはターミナル1なんだって。特免国際空港、ターミナル移動させたがる。時刻表の並びは時間順じゃなくて、アルファベット順でしたね。あとみんなに伝えたいこと。今回時間がなくて行けなかった本拠地パナマのコパクラブ。ターミナル2の方見て、めちゃくちゃ立派でした。でも食事は相変わらず控えめなんだって。ゲート前すごい人。ターミナル2から1に来ちゃうと、開放感のギャップを感じるわ。コパエアラインズの航空機が並んでいます。私が乗るのは奥にあるような普通の青機体なんですけど、こっち側にあるピンク機体が可愛いですね。案内がようやくあったので登場します。ちなみにこの区間、登校日から3ヶ月は約9万円。乗り継ぎありで他の航空会社なら3万円ちょいでした。ポコワクワクすっぞ。サントドミンゴからパナマは新しい機材でしたが、パナマからメキシコシティは一つ前の機材でした。座席は33。机はちゃんとしっかりしてます。こういうとこ大事。椅子はふかふかしてて長距離に良さそう。ポケットにはなぜか機内紙が2つ。ちょっと適当かも。足元は先ほどの新型だと拳2個分でしたが、それより広いと思います。トイレはめっちゃいい匂い。電気は入ってるけど、こういうとこちゃんとしっかりしてるのは好感が持てますよね。特に変わったところはない。石鹸がコパエアラインズロゴ入りなのが可愛い。旧型の方で初めて安全ビデオが見られました。新型の方には天井の共有モニターはなかったってことなんですね。定刻より少し早いくらいには出発。さすが定時運行に定評があるコパ航空。さて、出発2時間半後の機内サービスでは、ビーフオアチキンと聞かれて、ビーフだと牛肉のパスタでした。チキンだと鶏肉のピラフ。こちらの袋には、スプーン、フォーク、ナイフ、ナプキンと塩コショウ。あと機内冷えるんで薄いダウンジャケットを羽織ってます。チキンはトマト煮込み、ピラフはパクチーがよく効いてるし、量も多い。オリーブなんかも入ってた。今回は機内食が食べられて嬉しいポコ。パスタはめちゃ細。だけどチキンピラフよりこっちのがうまかった。味付けはボロネーゼとアジアンテイストの中間って感じ。デザートはパウンドケーキ、バナナ風味の蒸しパンっぽくて、日本の菓子パンのようでうまいっすわ。相変わらずのコカ・コーラゼロ。なみなみ入れてくれて嬉しい。
機内の雰囲気は静かで落ち着いていますね。出発3時間後のトイレの様子。ちょっと使用感が増えてきています。でもね、匂いがめちゃくちゃいい匂い。さて、帝国通りにメキシコシティ第2ターミナルに到着。今回のコパ航空、ずっと遅延なしでしたね。メキシコシティ着きました。普通に外寒いです。ダウン2枚着たままで全然いける。壁が可愛いここ。メキシコシティの入国審査は、紙の入国カードは完全に廃止されていて、パスポートだけで OK です。さらに自動化ゲートがあって、パスポートと顔認証だけで通過できます。かなり並んでるけど、会話がないので進みは早めです。今回、対面での審査も多かったから、自動化ゲートは、ラクポコちゃんです。このレシートは帰国時に使う超大切なものです。さらに外務省によると、QR コードをスマホで読み込んで保存、印刷しておく必要もあるんだって。泊まるホテルがちゃんとしてたり、気を利かせてくれたりするなら、フロントの方が印刷してくれる場合もあるそうなんだけど、文房具屋さんとかインターネットカフェで1枚10円ぐらいで印刷もできるそうです。バゲッチクルームのすぐそばの出口から出ようとしたら、ここはダメと言われて、別の通路を行っています。ちょっとその基準はよくわからん。工事中なのか動いていないエスカレーターがなかなかにシュールだポコ。多分さっき係の方はパナマ便のバッゲージクレームに誘導してくれたんだと思います。それがこちら。最後に税関検査、無事クリアして入国です。ってことでメキシコ入国しました。確かにエコノミーだと液晶モニターがなかったりとシンプルだったんですが、今回くらいのフライト時間だと全く気にならなかったし、それよりも平時運行を守り抜いていたのが素晴らしかったですよね。私は選択肢になり得ると思いました。メキシコシティ編もそのうちあるから楽しみにしててほしいポコ。次回はパナマ編です。ポコ旅ライフ。このチャンネルでは日本や海外を旅して観光、飲食する様子を配信してます。皆さんいつもありがとうございます。高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。